本日は株式会社里浦市の小玉工場にお邪魔をしまして、製造部の斉藤部長にインタビューをさせていただきます。斉藤部長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に、里浦市について、簡単にご紹介をいただけますか。里浦市はネジ業界において長い歴史と実績を誇る会社であります。当社は精密なネジ製造を得意とし、主に自動車の分野で活躍しております。品質の高さと信頼性で多くのお客様に選ばれております。また技術力向上において日々取り組んでおり、最新の設備と技術を駆使し、より高品質で高精度な製品を作り出しております。お客様のニーズに応じたカスタマイズにも柔軟に対応し、常に進化し続けられるよう意識しております。里浦市は品質と技術だけでなく、お客様との信頼関係を大切にしており、長年にわたりパートナーシップを構築させていただいております。長いお付き合いですよね。そうですね。私の記憶では、6軸自動版の1号機を導入いただいたのが、私が入社したての頃でした。そうですね。それ以降8軸や2軸を導入されて、今に至ってるんですけど、最初に導入いただいたきっかけって何でしたか。実は島田さんの設備を初めて導入したのは今から43年ぐらい前になります。当時職場の効率を上げたい、高精度な加工ができる設備が欲しいっていう声が社内であり、その中で出会ったのが島田さんだと聞いております。導入したサイクルタイムが一気に短縮され、生産効率がかなり向上したということで社内評価がすごく高かったそうです。それ以来島田さんの設備を少し増やし、今ではもうなくてはならない存在となっております。里浦さん、いろんな種類のネジやボルト関係加工を行っていますよね。はい。そういえば御社の先代の社長も以前、現在社長は現在日本ネジ工業会の会長をされているということで、工業界の発展にも寄与されているということですよね。はい。製品の納入先はどんな業界分野になりますか。そうですね。主に自動車の分野です。例えばエンジンや足回りといった重要な部位に使われるボルトやナット、大きな力が加わる部位に必要な高強度の部品なども加工しております。最近では電動化や軽量化といった新しいニーズに対応できるように、素材や形の工夫も進めております。里浦市さんでは、島田の設備、今国内で、6軸8軸が27台、そして2軸の NC 旋盤が18台、アメリカの工場でも6軸8軸を12台、2軸 NC 旋盤が1台稼働中です。それぞれの設備ってどのような役割をされてますかね。そうですね。島田さんの設備は弊社の中でも肝となる工程で使われています。具体的にはネジの切削加工や単面加工、穴開けといった製品の精度や品質を採用する重要な部品に加工しております。精度がばれつきやすくなっているんですけど、島田さんの設備は安定性が高く、寸法管理もしっかりしやすくなっています。あと段取りのしやすさや加工スピードも大きなポイントになります。商用途や多品種の仕事が多いので、いかに早く段取りして、正確に仕上げられるかというところが生産性に直結するので、その点でも島田さんの設備にすごく助けられています。さらに最近では超人化や自動化に対応できるモデルも入ってきて、ベテランの技術と若手の作業をしっかりサポートしてくれる、頼れる相棒みたいな存在となっています。6軸8軸自動版についてちょっと詳しく、ワークの種類は何種類ほどになりますか。そうですね。弊社で加工している製品は細かいものを入れると約数十種類になります。主にボルトみたいな形状で穴が開いている製品とか、あとはピンのような形状のものが多いです。見た目は似ていてもそれぞれ使われる場所や求められる精度が違うので細かく作り分けています。
と1台あたりの決算の生産数っていうのはかなりの数になりますよね。そうですね。一番フル稼働しているのは8軸の自動版で1台あたり月15万個ぐらい確保しています。安定して精度の高いものを大量に作るので、弊社としては主力の設備となっています。稼働は1日何時間ぐらいですか？週に5日稼働で2直体制で、1日16時間ぐらい稼働しています。効率よく設備を使い安定した生産ができるように進めています。2直で16時間の体制で稼働されているということですが、はい、これだけの台数で安定的な運転はできているんでしょうか？はい、おかげさまでトラブルもほとんどなく安定して稼働できています。そういった大量生産の中で精度面の安定性はどうでしょうかね。寸法が変化しやすいとか全数検査が必要になるとか、そういった問題はないんでしょうか？精度の面でもトラブルはなく、寸法のばらつきも少なく、品質の良い製品が加工できています。そのため全数検査をしなくても良い状態となっております。あとはオペレーターの方は問題なく操作に慣れてくれてますかね。例えばその新人の方が操作を覚えるのに非常に時間がかかるとか、そういったことはありませんか？そうですね。新人や初めて使う人でも比較的簡単で、だいたい2週間ぐらいで操作は覚えられています。実際今では女性のオペレーターも活躍していて現場で支えてもらっています。そうですか。時々6軸8軸自動版は、操作がね難しそうだからと、最初から二の足を踏む、新規のユーザーさんもいるんで、そういったことをお聞きして、安心しました。そういった6軸8軸を使って感じるメリットっていうのはどんなところがあります？やっぱり一番のメリットは主軸が複数あるので、いろんな加工を同時に進められるというところですかね。複数のハングを使って穴開けだったり、外形加工を一気に進められるのでサイクルタイムがすごく短くなります。効率がいい分安定した量産に向いている設備だと感じています。そしたら次に二軸の NC 旋盤についてお話聞かせてください。今この工場では18台の、2SI6 型お使いをいただいてます。印象的な機能はありますか？そうですね。やはり操作性の良さと安定した接着性能が印象的ですね。あとハグ台の剛性が高く加工中の BB が少ないので寸法精度が出しやすく、シンプルな構造ですけど随分その分扱いやすく現場でも安定して任せられる設備という印象があります。あとは縦穴横穴を同時に加工できる複合加工の仕様はすごく便利だと感じています。それと画像測定器と連動していることで加工直後に寸法を確認できるので作業効率にもつながっています。横穴加工とか、あと画像検査機を用いて、加工中に検査をするとか、そういった特殊な仕様を使っていただいてますけども、それらの使い勝手っていうのはどんなもんですか？複合加工は1台とこなせるので段取りも減り現場としてはかなり助かっています。またワークを配置している間に画像測定器で記録を保存できるのでタクトは変わらず、記録の手間も省け安心して加工ができている設備となっています。でトータルで島田の20機のメリットや印象というのはどのように感じられておりますか？片側で材料を供給しもう片側で加工が進められるので無駄な待ち時間が少なく効率が良く、サイクルタイムも短く加工精度もしっかり出せているので安定した量産にすごく向いている設備だと思います。佐藤らしさんとして、現在さらには将来的に、島田に対して希望されることや期待することっていうのはどんなことになりますでしょうか？そうですね。これからはやはり誰でも安定して使える設備っていうのがますます重要になってくると思います。人手不足の中で経験の浅い人でも精度よく安全に操作できる、そういった優しさのある設備が求められているのと、あとトラブルの予兆を教えてくれるような見える化や自動補正の機能があるとより安心して使えるので今後に期待したい部分です。わかりました。ありがとうございます。最後に一つ、島田の設備の導入を検討している、他のユーザーさんに対して、何かアドバイス等ありましたらお願いします。いいことでも悪いことでも構いませんから、
そうですね。まず一番感じているのは職場の声を聞いてくるメーカーさんだということです。加工内容や加工方法に合わせて細かく仕様を調整してくれたり、導入後のサポートもしっかりしているので安心できるし、使いやすい機械が多いのでオペレーターの習熟も早くよくできた設備だと思います。導入を検討するならまず一度相談すれば職場に合った提案をしてくれると思います。どうもありがとうございます。今後ともさらに長いお付き合いになると思いますけど、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。